アンモサ製作所です。今回はバンダイから発売されている MS7B グフカスタムをピッカピカに塗装していきます。あと、今回は武器の色分けもしっかりやったので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、HG グフカスタムです。普通の HG なので、箱が小さいです。横には完成イメージと登場シーンの写真です。反対側には、特徴的な武器の説明ですね。それでは中を確認していきます。オープン。そんなに入ってなさそうです。1個。2個。3個。全部で4個ですね。最後に、組み立て解説書です。いつもの HG の見開きタイプです。今まで、こんなに説明書いてあったっけ？まあ、そんなことは置いておいて、早速、作っていきましょう。それではパッケージから出していきます。このグフカスタムですが、去年の秋ぐらいの再販で購入したものです。なんだかんだで半年ほど積みっぱなしでした。もっと長く積まれているものもあるので、まだ早い方ですけど。最近は、作れるか心配で買うのを躊躇するアンモサです。はい、ランナーを全部並べてみました。そんなに多くないので、素組みまではスムーズに組めそうです。それでは、素組みをしていきます。はい、素組みが終わりました。アンバランスなくらい、腕のガトリング砲が大きいです。でも、このアンバランスさが、逆にかっこよさを出していますよね。量産型ザクよりちょっと大きいかな？ということで、比較として1年前に作成した量産型ザク。大きさはそんなに変わらないですね。ただ、肩とか腕とは各部位がザクのが大きい感じです。特にヘッドパーツは、高さが全然違います。薄いグフの方が小顔の分、大きく見えるのかな？可動域はザクとほとんど変わらず、構造も複雑ではないので気軽にポーズをつけれそうです。素組みでの確認はこれぐらいにして、合わせ目消しの確認などしていきます。では、合わせ目を消すところに、マジックで目印をつけていきます。ガトリングガンですが、方針がモナカ構造なので、結構消す必要があります。当然反対側にもあります。次に本体側ですが、肩アーマーにしっかりあります。次に足パーツの、裾のところにありますね。ここが最後になりますが、ヘッドパーツのサイドにあります。そんなに目立たないんですけど、顔は大事ですから。全体で4箇所でしたので、HG としては優秀なキットです。助かります。では、次の工程に移ります。次にパーツの接着をしていきます。最近は、外装パーツではなるべく瞬間接着剤を使うようにしてます。プラを溶かすタイプの接着剤だと、後で引けが出そうなのと、乾燥も早いからです。それに断落ちモールドがあるパーツとか、速乾の流し込み接着剤使うとモールドが崩れるので、モールドがないところだけに、瞬間接着剤をつけて接着してます。瞬間接着剤を使ってますが、自然乾燥してるので1時間ぐらい放置してます。なのでその乾燥時間中に、他パーツの小細工をしました。まずは、3連ガトリング砲の方針が一体化されているので、エッチング層で分割。これで見た目も良くなるし、
塗装も楽にできるようになりました。次に、ガトリング砲の穴が塞がっているので、ドリルで貫通させておきました。簡単な割に、見た目は良くなるのでおすすめです。次にガトリング砲の弾が入ってる部分ですが、リベットのようなモールドを、スチールボールに置き換えるため、ピンバイスで穴を開けていきます。塗装で塗り分けるより簡単だと思って、リベットのようなモールドは、こんな風に置き換えています。次は、ディテールの彫り直しです。丸い部分が浅い印象なので、深く彫り込んではっきりわかるようにしていきます。アンモサは、塗装をかなり重ねるので、くぼみがあまりぼやけないように念のためです。あと、C 面も、大きめのドリルで掘っておきました。他の直線的な筋も、タガネで掘り込んでいきます。このモールドの彫り直しですが、グフカスタムは、既存のモールドも少ないので、3時間ぐらいで終わった気がします。RG とかだと、初めから心の準備をしておかないと、ここで心折れそうです。次に、各パーツの表面処理をしていきます。いつものように、スクレーバーで削っていきます。スクレーバーは慣れが必要ですが、削りカスもあまり舞わないので好んで使ってます。このパーツは、いきなり削ってますが、ゲート跡などあるところは600番のヤスリで、平らにしてから使ってます。表面処理前のものとの比較です。どうでしょうか？結構良い感じになってないでしょうか？次は、ヘッドパーツの合わせ目消しの準備です。すでに塗装した内部パーツを、マスキングして接着します。単純に高さを合わせた、マスキングテープを貼って組み付けます。今回は、約2センチのテープを、物合いを中心に貼ってます。この状態で、物合いを正面に来るように組み付けると、マスキングできました。あとは接着剤で接着すれば、この作業は終了です。塗装後は、物合いを左右に動かして、マスキングテープを剥がします。以前作成した量産型ザクで、詳しく説明しているので、そちらも見ていただければと思います。合わせ目消し、及び、表面処理中。表面処理が終わって、サフを塗装した状態です。いつもは、塗装に入ってからは仮組みしないんですが、サフ燃えするか試しに組んでみました。結果は、燃えます。分解中。分解が終わって、楽しい塗装の時間です。今回の一番のポイントというか、こだわった部分としては、グフカスタムの薄いブルーの部分です。ここをキャンディー塗装で塗装してみました。薄い色のキャンディー塗装って難しいんですよね。いつの間にか濃く塗ってしまったり、色が薄いことでムラが目立つんです。とはいえ練習しないと、上手にならないのでチャレンジしました。まずは、サフの上から EX シルバーを塗装します。こんな感じ。シルバーが乾いたら、調色したクリアを塗っていきます。薄いブルーのクリア塗料はないので、調色して作成しました。最初はクリア 70% に、クリアブルー 30% で作ったんですが、なんかグリーンが強く出るので、どうしたものかと思って、ウルトラマリンブルーを入れたら、良い感じになりました。何の理論もなくて、なんとなくですので詳しく説明できませんけどね。イメージ的には、強そうなブルーを入れたら、弱そうなグリーンが負けるかも程度です。もうちょっと色の勉強もしないとなと思う、アンモサです。塗装自体も、2、3回に分けて塗る予定でしたが、1回で目標の濃さくらいになったので、もっとクリアが多くても良かったかもしれません。
こんな感じ。塗装も長くなるので、他の塗装色に関しては、概要欄に記載しておきます。一通り、塗装が終わって最後の仕上げです。まずは、スチールボールを取り付けていきます。塗装の厚みもあるので、入れるだけでも結構固定されます。スチールボールってちょっと入れるだけでも、見栄えが良くなる気がするんですよね。でも、入れただけだと落ちることもあるので、接着剤で固定しておきます。次に、ガトリングガンのスコープの部分を作っていきます。もともとドーム型に成形されているんですが、マスキングも面倒なので平らに削り取ってます。削り取ったところに、クリアパーツを自作して取り付ける作戦です。具体的な方法は、まずアルミテープを同じサイズに切り取ります。それをマスキングテープに貼って、光効果ジェルを盛ります。表面張力で、好みの厚みにします。紫外線で、硬化させたら完成。あとは、アルミテープからジェルが剥がれないように、マスキングテープから剥がします。はい、完成。予想以上に、綺麗にできてびっくりです。あとはクリアレットを塗れば OK です。その他もろもろ墨入れ中。はい、すべての塗装が終わりました。引き続き、組み立てます。いやー、今回は、やっと組み立てられるって感じです。普通の HG ということで、もっと早く作れると思ってたんですが、静岡ホビーショー行ったり、仕事関係のお勉強等で、全然時間が取れなく。結局、1ヶ月かかってしまった。動画編集入れなければ、もうちょっと早いんですが、ここまでで一括りですからね。たまたま、今月たくさんイベントがあっただけなんですが、完成させたい欲求が、普段より高かった気がします。なんででしょうね。謎。細かいパーツの組み立ても長くなるので、この辺で省略。組み立て中。はい、大まかな組み立てが終わりました。では、完成させていきます。久しぶりにジオン軍のモビルスーツを作りましたが、やっぱりシンプルなのにかっこいいです。直線と丸みのバランスが良いんですかね。その中でも、このグフカスタムは特に良い気がします。MG も入手できたら作ってみたいです。と言ってる間に完成。どうでしょうか？もうちょっと薄いブルーはもっと薄い方が良かったかな？でもまあ、良い感じの2色のブルーになったので良かったです。これからも、色々作るのでまた見に来てくださいね。それでは、さようなら。